皆さんこんにちは、コトブロです。今日はですね、こちら新しく購入したイーゾンの98、2022年モデル、こちらのラケットのインプレッションをお届けしたいと思います。すでにたくさんの動画アップロードされていると思いますので、そういった動画はすでにご覧になった方がほとんどだとは思いますので、今回はですね、実際に使ってみて、どういうラケットなのか、またどこが良かった、どこがいまいちだったのかっていうところは正直にお話をしていきたいと思います。シャポバロフが使ってるっていうこともありまして、あんな風に打てるのかどうかちょっと頑張って、やってみたいなと思います。それでは本編スタートです。今回の EZone98 なんですけれども、デザインが大幅に変更となっています。前作は全体がブルーという感じだったんですが、今回は濃いネイビーをベースに、水色、ブルーで、差し色になっているというような感じになっています。男女問わず使っていただけるデザインかなと思いますね。はい。でスペック的には、目立つところで言うとフレームの厚さっていうのがちょっとだけ増えてます。であとはグリップの上部のところ、ポコッとこう飛び出すような形で、厚みがプラスされているっていうのも大きな特徴かなと思います。はい、今回はポリエステルいくつかこういろんな種類で試してきましたので、まずは打ってるところをご覧ください。はい、ということで実際に打ってきました。EZone98 ですね。まずフィーリングの面からお話しすると、確かに打球感、柔らかさは感じられると思います。ただ、僕普段割とね、真ん中で捉えることが多いんですが、このエリアではあんまり柔らかさ感じなくて、普段よりちょっと先で捉えると、すごくこう、食いつく感じだったりとか、フレームのたわみ、あとはしなりとかっていうのが急に感じられやすくなるので、ちょっとここはですね、そのどこで捉えるかによってかなり意見が割れるかなと思います。ただ、そのスペック的には前作よりも RH は多分下がってるので、その柔らかさとかは使い方によってはすごく感じやすくなってるんじゃないかなと思います。ただ、ストリングに関して言うと、あんまり柔らかいの貼らない方がいいのかなというふうにも感じました。フレーム自体がかなり持ってくれる感じがあって、今、KPI のプロツアー 1.23 っていうのを貼ってるんですけど、ちょっとね、持ちすぎて飛ばないですね、これだと。はい。フレームも柔らかいし、ストリングも割とスイングスピード速くなると掴んでくれるので、振れば振るほどなんかちょっとパワーロスしていくような感じがあって、これの前にキャビアの 1.20 貼ったんですが、そっちの方がね、断然使いやすかったです。はい。なので僕と同じぐらいの体格の人が使うんだったら、比較的弾く方のセッティングにした方が、そのパワーロスする感じっていうのは抑えられるんじゃないかなと思います。で、性能に関して言うと、スイングスピードによってもかなりフィーリング違うなっていう気はしましたね。ミニラリーとかやってるとすごい弾くなっていう感じだと思うんですけど、今みたいな長いショットになると急にしなる感じだったり掴む感じっていうのが強まるので、人によってかなり意見が割れるラケットなのかな。やっぱりここはすごい太いのにここがすごい細いっていうのが EZone98 の特徴だと思うんですが、しなる要素も弾く要素も持ってるので、それがこうラケットの二面性というか、人によってこう感想が割れるポイントになってるのかなと思います。僕個人で言うと、いや本当間なんですけど、
はい。最初は割と弾くラケットだなって感じてました。でも使い込むにつれて、いやなんかすごいボール持ってくれるなっていう風に意見変わってきましたので、使い込むと意見変わるかもしれないですね。はい。思ったほどは飛ばないですね。はい。なんでしょうね。割とパワー感に関してはもう少し薄いラケットに近いですね。なんだろう。ブレードの100とかと、あんまり遜色ないぐらいのパワーの気がします。それをいいと取るか、微妙と取るかは人によって違うかなと思うんですよね。98平方インチで、これだけの厚さあるので、まあ、ブレード100と同じぐらいな飛びかなっていう気がします。あとはですね、弾道はまっすぐですね。はい。まあ持ち上げようと思えば持ち上がるんですけど、こすって打った時はボール乗っからないです。引っかからないです。はい。なので弾道上がらなくてショートしてしまったりとか、力のないボールになりやすいんですけど、こうインパクトでしっかり厚く捉えて打つっていうのには割と融通が、というか、まあ厚く捉えたら初めてこう弾道上げたりとかっていうのがしっかりできるかなっていう感じなので、まあ、僕みたいにちょりちょりねスピンかける人にはちょっと不向きかなと思います。まずは一旦厚く捉えるっていうのがどのショットでも必要になるラケットだなと思いましたので、まあ、その意味ではちょっとある種そのクラシカルな、薄ラケに近い使い方に通じる部分もあるっちゃあるのかなっていう気がします。はい。はい。まずは E-Zone98 のいいところからお話をしていきたいと思います。実際使って感じたいいポイントとしてはですね、柔らかさと程よいパワーかなと思います。はい。やっぱりこう、パワーがあるものは硬くなりがちですし、逆に柔らかいっていう風に感じられるラケットっていうのはなかなかパワーが出づらい部分があるかなと思うんですけれども、そこのバランス、ミックスされ具合っていうのはやっぱり E-Zone の最大の魅力かなと思いますし、今作でもそこは、うまく継承されてるのかなと思います。で、前作に比べると、個人的にはそのうまく捉えた時の柔らかさっていうのはより感じやすくなってるんじゃないかなと思いますし、まあ人によるかなとは思うんですが、今作も人気なのは納得かなというところですね。そしてもう一つがドライブ系のショットの安定感ですね。弾道がまず安定させやすい。無駄に引っかかりすぎるっていうこともなくて、まっすぐ打った時に適度なホールド感もあって、結果としてショットが非常にまとまりやすいので、リターンであったりとか、相手の速いボールにもしっかり返すことができる。非常に実践向きのラケットだなと思いました。次にいまいちなところなんですけれども、フィーリングがね、正直はっきりしないタイプのラケットだなというふうに僕は感じました。で、これどういう意味かっていうとですね、掴むのか弾くのかっていうところがなんかすごく曖昧なラケットだなと思いました。捉えるポイントによる違いっていうのももちろんですし、スイングスピードのその速い遅いによっても違いますし、なんか自分のスイングの良し悪しによってかなりフィーリングが変わる。その弾くときはすごく弾くし、掴むときはすごく掴むしっていうところで、これは結構慣れるまで違和感あるなという気がしました。アイソメトリックの部分の違和感とかも多分含まれているとは思うんですけれども、僕がこれまで長く使っている、例えばツアー100とかに比べると、ちょっとどっちなんだろうっていう感じはありました。で、あとはクオリティのところですね。ここも、少し、と思う部分はありました。で、以前の動画でも言ったんですけれども、やっぱりちょっとね、塗装の強度が低そうだなっていうことだったりとか、で、あとは、グリップエンドの内部から音がね、したりとかっていうのがあって、それを自分でね、ちょっと軽く加工しないといけないとかっていうのがあって、個体差だったんだとは思うんですけれども、クオリティのところに関して言うと、やっぱりメイドインジャパンを歌うのであればもう少し頑張って欲しかったかなというように感じました。はい、最後はですね、試合を見ながら解説していきたいなと思います。相手はいつも通り、ズオさんですね。はい。で、今回は、E ゾーン、ノーマルの状態で使ってます。で、サーブはね、意外と感覚よく打ててたんですけど、いきなりこれは無茶しすぎましたね。はい。
ただ使う中で、サーブはね、意外と回転かかってくれるし、今みたいなストロークでのハーフバウンド気味の処理とかっていうところでは反発力もある程度感じられますし、割とこう、なんて言うんでしょうね、ラリーがまとまる感じっていうのはありました。こう、パワーがありすぎて、どっかね、飛んでいっちゃうみたいな、そういう、なんて言うんでしょう、パワーがありすぎる感じっていうのはないですね。はい。でここもね頑張って粘ったんですけど、ズオさんのいいボレーを食らってしまいました。はい。でここのねリターンでフォアだったんですけど、もう完全にこれこすってネットの高いところを通そうとして弾道が上がらなくて、ネットしてしまったっていうようなパターンでしたね。やっぱり E ゾーンね、僕の感覚では弾道そんなに上がらないなっていう感じがあるので、こすっちゃうとダメですね。でここズオさんがループボールでつないできたのを、しっかりこう打ち込んでポイントを取ることができました。これで、1対4ですね。はい。でこれもねギリギリ入りましたね。ギリギリ入りました。今みたいにこう振り切れると、やっぱりちゃんと回転かかってくれるラケットなんだなっていうのは実践で使いながら感じてました。でここもまた、ハーフバウンド気味の処理だったんですけど、綺麗に返ってるなという感じですね。でこれサイドアウトだったので、なんとか追いついていってゲームを立て直していけるかなという感じになってきました。意外とスライスは悪くなかったですね。フレームの厚さがある割にはスライスもこう安心して打てる感じありましたね。はい、ただしかしポイントに関して言うと、ここもズオさんのいいボレーを食らってしまって、かなり追い込まれてきてますね。はい。いやもうこれはラリーはきついなと思ってドロップを狙ったんですけど、やっぱりちょっとねドロップ打つときは、たまたまだと思うんですけど割と短くなってしまいがちかなっていう気はしますね。はい。でズオさんのマッチポイントになったところから、積極的にねプレーして、はい、これねギリギリアウトでした。今みたいにこうフォアのサーブからフォアっていう形で、割とこうスピードを出してねポイント取っていくっていうのが、E ゾーンらしいんだろうなと思いました。はい。でここもねスライスでつないでポイント取れたのがでかいですね。はい。意外とやっぱりその E ゾーンの単純に速いだけじゃなくてスライスでつなげることができるっていうのは大きいですね。でここマッチポイントだったんですけれども、また、バックのダウンザラインがなんとかねギリギリに入って踏みとどまることができました。やっぱりまっすぐ打つ弾道をループ系で入れるっていうよりはまっすぐな弾道で入れるのに向いてるっていう感じですね。でまた相手のマッチポイントだったんですが、ここはいいサーブ打てました。ただ個人的には E ゾーンもう少し速いサーブ打てるのかなと思ってたんですけど、どっちかっていうと回転のサーブの方がいい感じでしたね。ここもスライス系で、相手をちょっとこうバランス崩すような感じになって、でリターンはね良かったですね。こういう感じで踏み込んでしっかり返してなんとか前半の劣勢をねひっくり返して、勝利することができました。E ゾーンねやっぱり実戦向きのラケットだなっていうのは感じました。はい、ということで今回はヨネックスの E ゾーン98 2022年モデルのインプレをお届けさせていただきました。実際打ってみて柔らかさとパワーのそのバランス、ミックスされ具合っていうのが魅力のラケットなんだなというふうに感じました。でやっぱりこれが特に一つ前の E ゾーンから続く、セールスポイント、大きな魅力っていうところになってるのかなと、人気の秘密なのかなというふうに感じました。で一方でやっぱり弾きとつかみっていうのが混ざったようなラケットなので、どうしても意見割れるところはあるのかなというふうに思います。一つ前のモデルと比べてどうとか、DR と比べてどう、硬くなった柔らかくなったいろんな意見が出てると思うんですけれども、正直ねこれはね人によってかなり変わってしまうラケットかなと思いますので、あまりこうインプレをね鵜呑みにしすぎない
方がいいのかなというふうに個人的には思いました。ただこの弾きとつかみっていうのが両方あることによって実践の中ではそのスイングによってラケットが、うまく助けてくれる場面が非常に多くなったので、こう安定したラリーであったりとかポイントの組み立てっていうのにつなげやすい、本当に試合の中で輝くラケットだなというふうに感じました。ただね、ストリングに関して言うと、あんまりこう柔らかすぎるものを貼ってしまうと飛ばない感じっていうのが強まってたので、僕が今試した中ではキャビアの 1.20 とかが非常に感触良かったので、そういった細ポリとかも面白いのかなというような感じですね。そういったストリングのチョイスであったりとか、ラケットのカスタマイズに関しては、運営しているブログですね、アドブロの方に記事でアップしていますので、よろしければ概要欄の方からチェックをしてみてください。またですね、DR との打ち比べの動画も今準備してますので、楽しみにお待ちいただければなと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは。